おはようございます。 SBFJ 利根川です。約1年ぶりとなるこの階段、そう、和歌山県にある釣り堀菊水です。誰もいません。菊水誰もいません。今日はなぜならば平日だからです。楽しみです。座席98番の裏側、98番の裏側を狙います。緑が豊かです。管理釣り場だと荷物が足りないぐらいです。バッグが大きすぎてあれですけども、ノズリだとこれがありがたいんですよ。大きいバッグ最高。今日使う竿は歩む11尺。11尺。よし、ボディ7センチでいきましょう。ハイトップです。ありがとうございます。これでぐるぐるします釣りを始めようと思ったら雨が降ってきてしまいました。パラソルは車にあるので諦めます。釣り堀菊水の美味しい水を確保。コンパクトタオル給水。あ、今日開けちゃった。コンパクトタオル給水。ゴミは必ず持ち帰りましょう。よいしょ。ぐる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 てんぐるぐる。とりあえず給水。マッシュポテトにマッシュ団子を入れて、手に水をまとわせておし練り40回。あとは浮きを見ながら微調整していくことにします。とりあえずこの状態でよしとしましょう。では1投目よろしくお願いいたします。反応してくれていいんですよ。よろしくお願いしますカメラに向かって喋ってんだなあいつって、ふーんって周りにされるとちょっと寂しいなって思うことがあるんです僕確かにそれに反応していいものかっていうのはなんかあるかもしれないですね。1投目よろしくお願いします。邪魔した悪いなそう気遣いなんですよねそんな、なんとなく分かってはいるんですけど、そっか誰も反応してくれないかっつって聞こえてないのかなっつって。浮きのバランスは針の重さが乗った状態で5目盛り出るセッティングにしているので、餌の重さが今浮きのトップを沈めていますが、どうでしょうか。3目盛りから2目盛りが出ている状態。1目盛り残しまではいかないか。ここで回収です。どんどん餌を投入していきます。約40秒で回収し、約10秒で餌をつけて投入。そんなサイクルをひたすら繰り返しますが、現在40分が経過。裏側ではバシバシ釣れているのに、日頃餌が打たれていない側、反対を向いているからか触りすらなく、魚っ気が全くありませんでした。この後やっと浮きがわーって馴染んでいくときにポコッと魚の反応ですよ。カラツンが出るようになりましたよ。一気に魚回ってきました。今日はほぼ貸し切りですから、正規の方向を向いていれば10分もしないうちに釣れていたのではないかと、腕のなさを棚に上げておきます。ちょっと副鼻腔炎、いわゆる蓄膿症で声がおかしくなっていますがお許しください。浮きに魚の気配が現れた後、ずるっと入ります。背びれああそうだ選ぶな。ありがとう。今回ノズリで使うマッシュの練習をしようと思いましたが、結果的に言うとほとんど練習にはなりませんでした。何せ今日は平日の管理釣り場、特に大会や例会が入っている
休日とは全く比べ物にならないほど浮きが動きます。この1投はさっきのヒットから次の1投ですが、また当たっちゃいました。ごく稀です。いや、中です、中です。すげえ針のかかり方してると思ったら別に普通にかかってた。この時は1年ぶりだったので、竹竿の魚の取り込み方さっぱり忘れてました。30センチ超えのいい魚です。選ぶなありがとこの辺りから餌を投入すれば釣れる状態になってしまったので、逆に練り込んだマッシュで重さをつけて餌の開きを抑えながら釣っていく、まるでシンベラを放流した直後のような状態です。これじゃあノズリで使うマッシュの練習にはなりませんが楽しい。竹竿でかけてのんびりファイトするヘラブナ、いいじゃないですか。感じ。はい、ありがとう。今回釣り方は底釣りではなく中釣りです。狙っている水深は1本ちょっと、メートルで言えば道糸が 1.2 メートル、ハリスが50センチ、浮きの長さを含めると2メートルまではいかないあたりを狙っている感じでしょうか。まだスレとかは増えていないので振り切っていますが、浮きのほんのちょっと先に餌を落とし込みにこの後を切り替えます。本当はもうちょっと竿の曲がりとか全体を映したいところですが、これ以上離れると編集の時にすごい辛い思いをすることになるので、利根川の事情ではありますがお許しください。入り食い状態になりました。はい、ありがとう。この1頭は釣れていないんですけど、こういう動きが出ているということは重りの重さが浮きに乗っていないので、浮きがポコポコと浮かび上がっちゃってます。一瞬重さが乗りましたが外れてくれて助かったと思ったのもつかの間、外れた反動で仕掛けが絡んじゃいました。浮きにハリスが絡んでしまったので横着せずに浮きを外してハリスを切って、ついでですからハリスを縮めます。針は切磋15のまま上23センチ下35センチくらいにしたような気がします。風も出てきて若干流れがつき始めました。ハリスを縮めたら釣りやすくなりました。ありがとう。ここで竿を11尺から縮めますが、足元を巨大魚が泳いでいます。草魚だったか何だったか忘れてしまいましたが、大きくて怖い。餌を食わないとは思いますが、浮きの方に向かっていくとビビりますよ。竿をお借りしていたら小山さんがヒット。曲げているのはもちろん竹竿です。自作の玉枠と玉置き、いいですね。私も作りたくなります。竿をお借りしました。7尺です。とりあえず浮きが馴染んだら次の1投、それを繰り返していくつもりが、これは3投目でございます。動画の中で話しているのは室生ダムのこと。初日土屋さんにマッシュを教わり、2日目はチャレンジカップの大会当日、すでにご存知かと思いますが、ここまでヘラブナの超過ゼロ、
明日リベンジするんだと、そんな内容です。こ来ました。裏で曲がりを見ていた竿の制作者の方と竹竿大好き小山さんが、穂先と穂持ちのバランスだったり、穂持ち2番がちょっと強いとか穂先が強いとか、そういう話をしていました。何十年もかけて累計100本以上の竹竿を個人で楽しみつつ作っているというのは本当にすごいと思います。コーヒーの差し入れをいただきました。ありがとうございます。あのまま釣れ続けてしまいそうだったので、ここで浮きを変えます。もちろんノズリの極太仕様、長さは6センチですが太さ10ミリの PC ソリッド。さっきより細めのトップですから、針の重さが乗った状態で斜め盛り出しにしました。ノズリだとボートに乗らない限りほとんどの場所では手前がかなり浅くなります。魚を下から引き上げる感触はあまり味わえないので、ここぞとばかりに提灯を楽しんでます。食ってないかなと思ったら、しかも竹竿、これがなかなかというよりかなり強いのでびっくりです。いい感じで食ってます。ありがとう。重りを背負う浮きにしたので、かなり仕掛けが早く沈むようになってすごく釣りやすくなりました。この一頭も浮きがスーッと入っていきます。2目盛りを残すか残さないかというところまで沈み、ポコンポコンと泡付けもあります。浮きます。全然出れないですね、これは。7尺。よいしょ、ありがとう。いい感じに釣れてます。さっきの魚を取り込むときに穂先も曲がってないし、もっとガツンと引いちゃってと言われたので、この一頭もヒットしますが、本気のこの竿のポテンシャルをご覧ください。魚がピョインってしちゃいました。ピョイン。それでいいんです。このぐらいの魚ならそれでいいんですと。浮きのサイズを大きくしたらいい感じで釣れてます。下まで一気に持っていかないとあれですね。となるとですよ、管理でやっぱマッシュの練習はできないという結論に至りました。それもこの同じ年に作ったシリーズですか？この7尺と2024。2024年に作ったトウモロコシ色の竹竿、毎年作るってすごいですね。ちょうど後ろで田辺さんもヒット、ダブルヒットです。実は明日からまた遠征に行くんですが、洋服、竿の入れ替え、持ち物の厳選、準備はほとんどしてないし、車のエンジンオイル交換、そして生活費を稼いでいる仕事の請求書も送ってないし、やることだらけ。やることに追われてパンクしかけてます。一周休んでこれなので死にそうです。生活費も全然稼げていないので困った。今月は貯金を切り崩します。上顎にしっかり切ってました。ありがとう。ちょっといいサイズですね。7尺の竿を片付けて次の竿、歩む。長さが9尺8寸。さっきのシリーズ2024。特用マッシュ50、ヘラグルテン LL50。よいしょ。
ぐる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 てんぐるぐる給水。竿全般に言えることですが、特に竹竿の場合、後ろに送らずに穂先を曲げて仕掛けを触ると故障リスクが格段に上がるそうです。私もやりがちなんですが、長い竿なら一旦抜くとかいろいろな対処法があるので、皆さんも私もリスクを回避しましょう。7尺の時はそこを取れませんでしたが、9尺8寸の時はそこを取れるようになったので、朝だなちょうちんときたらいつもの底釣りといきましょう。そういうこともあって餌を特用マッシュと LL を1対1で混ぜた餌にしました。正直なところ管理釣り場だったらそこまで持たせなくてもいいんですが、川のドボンで使った時にいい思いをしたので、ここだとどんなもんだろうと興味本位の実験です。浮き輪を着してさっき使っていた極太ボディ6センチの PC ソリッドトップ、そろそろ食いそう。竿を作って自分で魚をかけても自らの視点では横から見えないので、誰かに使ってもらうとよくわかる。この竿はいい曲がりで作れたな、そんなことを言っていました。実際利根川もさっきの竿は突っ張った感じがどこかにありましたが、これはちょうどいい感覚、長さ的なところもあると思いますけど、野釣りのドボンでも持つ餌なので、お釣りいわゆる餌がそのまんま返ってきました。バランスの底釣りで使うときはもうちょっと練らないか、マッシュ2の LL1 にしようかな。はい、ありがとう。今度は田辺さんに竿を貸して曲がりを見ていますが、一方利根川、借りた竿で一番困る状態に陥ります。仕掛けは野釣り用の道糸 1.5 号、ハリスは 0.8 号。その設定で全然大丈夫とは言われていますが、やっぱり嫌です。なんとか外れてくれたのでセーフ。冒頭でもお話ししましたが、平日の管理釣り場めちゃくちゃ浮きが動きます。利根川も最初の頃動画とかを参考に団子だったりセット、この餌でやるぞと心に一本槍を持って霊界、土日の霊界に行くととんでもなくひどい目にあったりしました。百戦錬磨の方たちはそこから餌を調整していけますが、心に一本槍を持った状態だともちろんそんなスキルはありません。利根川の場合はその時点ですでに釣りにはまっていたのでくじけずに楽しめたから良かったですけど、最初っからそれだと今頃やってなかったかもしれません。なので釣りをしたことがない方と釣りに行くなら、平日頑張って管理釣り場へ行った方がハマってくれるかな、そんなことを思ってます。さっきは食っていなかったので全然上がってくる気配がありませんでしたが、食っていると素直に上がってきます。竹竿って意外と気楽に使えるもんだなと思えたので、持ってる竹竿とか合成竿は野釣りでも使っていこうかな。ヘラプナさん、ちょっと久しぶりでしたね。9.8 尺。底釣りでのんびりとこのくらいのペースで釣れるくらいがいいな。のんびりといえば最近芋焼酎に興味を持ちまして、利根川お酒めちゃくちゃ弱いんですけど、一時期ウイスキーにはまって飲めもしないのに低価格帯のものを次々買っていた時期があります。今も飲みきれていません。とりあえず芋焼酎を買ってみようと思い、有名な黒霧島を買うのも芸がないので、霧島酒造の茜霧島を買ってみました。どれがハマるかわからなかったので、まずはお湯割り、氷と合わせてロック、最後はストレート。利根川のバカ舌だと
ウイスキー系との違いが全然分かりませんでした。やっぱりお酒は得意じゃないかもしれません。ただ一緒に食べたサバラーという珍味になるんですかね、食べるラー油の味が引き立っていたのと、香り自体は苦手ではなかったので、お酒を飲む機会があるときは芋焼酎のお湯割りとかもいいかも。まあ一杯も飲みきれないでしょうけどね。さてさて、午後からいろいろと行く場所があるので、お昼過ぎに釣りを切り上げます。小山さんに男の秘密基地を見せてもらったり、コマドリさんの工房にお邪魔したり、夜にはお好み焼きを食べるんです。これは宙に戻したわけではありませんが、そこに着く前に魚が食っているのか、浮きがずっとなじまずポコポコとしていました。これすげてんのかな。食ってんだ。食ってんだ。よっしゃ、食ってた。この子上がりとしましょうか。いい、ありがとう。天気がちょっとやばい感じです。ダブルヒットしてる。菊水のすぐ近くにある武者麺でつけ麺とチャーシュー丼をいただき、小山さんの男の秘密基地へ。漆は乾燥させるときに湿度が必要なので、一定の湿度に満たされた空間が必要になります。それを室と言いますが、自作の室を見せていただきました。あとは万力の金具が逃げるところを掘り込む工具だったり、作り途中の玉枠、そして浮き用の素材がミリ単位で勢ぞろい。どこで使うのってくらいに極太のものもありました。その後はコマドリさんの工房でさっき利根川が振っていた竿を見てもらったり、人生で初めて見るノギス、世にも珍しい尺じゃないか、寸、ミリセンチではないものを見させていただきました。そして夜のお好み焼き、私は運転手なので残念ながらノンアルでしたが、皆さんから楽しく熱いお話を聞かせていただきました。夜は橋本のルートインに泊まりましたが、中に紀州のヘラ竿が飾ってあってびっくりしました。さすが橋本氏。ということで、本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。和歌山までよく行ったねーと少しでも思ってくれた方は、評価ボタンをポチリと押していってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てねー。